巨人族がイムに正式に宣戦布告。ゾロ、俺に秘策がある。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1172話情報が公開されました。タイトルは憧れのエルバフです。読者リクエストの扉へ、ボンクレーの化粧道具を勝手に使う白鳥たち。ハイルディンのグループがエレベーターにいるところから物語は始まる。上昇中、ギャバンが状況、敵、そしてその能力について完全に説明する。妖怪に到着すると、彼らは傷ついたカーシーを見つける。カーシーが現在の混乱を説明し、麦わらの一味と新巨兵海賊団は手分けすることにする。ゾロとハイルディンはヤルルの援護に向かい、サンジはナミとロビンの救出、そして学校と図書館の消火に向かう。頼む、急いでくれ。ヤルル様が危ないんだ。次に枝道ルート8の地図が描かれた見開きページがあり、全員の現在地と行動が示されている。フクロウの図書館の近くでは、ナミ、トニーとニーチョッパー、ロビン、ジンベエがまだ軍庫の矢に縛られている。図書館が燃えているわ。子供たちを誘拐したのよ。誰かこの矢を解いて。チョッパーがまだ戻らん。ブルックも何か思うところがあったようで出て行ってしまったし。ドリー師匠、ブロギー師匠、クソ。あの二人のあんな姿は見たくねえ。ドミリバーシされた巨兵海賊団はヤルルを殺すために西の村へ向かう。リプリー、オイもその他の巨人たちは子供たちの救出に向かう。そして子供たちはもう少しで港に着くところだ。西の村では巨人たちがヤルルに逃げるよう頼むが、彼は全エルバフに伝えたいことがあるとして拒否する。そして電電柱を使って全巨人に通信する。ヤルルはハラルドに起きた真実を明かし、ロキの無実を宣言する。そして14年前にエルバフを征服しようとした悪魔たちについて語る。そして素晴らしい見開きページで、ドミリバーシされた巨人たちを指揮する軍師や MMA を指揮するキリンガム星、そしてソマーズ星がヤルルの演説を聞いている姿が描かれる。しかし今日、悪魔たちが帰ってきた。奴らは再び強大な力を必要としているのだろう。3人の悪魔がこの国を征服しようと再び現れた。ああ、私が昼寝をしていても任務は勝手に完了するだろうに。よく聞け、悪魔ども。子供たちの命を天秤にかけるというのなら、我々は文化も歴史も捨てる覚悟だ。だが、もしこれが我々の意志を砕くための計画だとしたら、なんと愚かな一手か。ハラルドのようにただ盲目的に耐えると思ったら大間違いだ。我々を支配するだと？奴隷にするだと？少し喋らせておいたら随分と居心地が良くなったようだな。そうだ、言ってやれヤルル。俺が憧れたエルバフは誰にも倒せねえ。すまないが親愛なる子供たちよ、耳を塞いでいてくれ。もし全てが神殿の予言通りに進むなら、世界はいつか本当にバラバラになってしまうだろう。我々エルバフは世界政府を敵とみなす。壮大な最後の見開きページでは、今日たちが戦闘態勢に入る中、ヤルルが演説を締めくくる。ウソップは目をハートにしてヤルルの演説に大興奮しているが、ナミはまだ捕虜のままなので怒っている。我々は貴様らの暴政に膝を屈したりはしない。そうだろう。我が同胞、エルバフの誇り高き戦士たちよ。その通りだ。ヤルル様、おお、俺の大好きなエルバフがついに帰ってきた。はいはい。でもこの矢から抜け出す方法を考えたらどうなのよ。ハラルドが思い描いた平和を守り抜くのだ。うおーおー、ドリー、ブロギー、そしてドミリバーシされた巨人たちが西の村に到着するが、ヤルルと巨人たちは戦う準備ができている。ゾロ、ハイルディン、スタンソンはドミリバーシされた巨人たちのすぐ背後にいる。ゾロは自信満々にこう言う。奴らを捕らえたぞ。奴らの間には入らない方がいいと聞いたが。俺に秘策がある。ロキはイムによって悪魔化され、エルバフのラスボスとなる。モリアはミニイムとみなせる。ロキが黒天支配されるという理論を成立させるには、まずロキとイムの遭遇が必要である。現在の物語の展開では、ロキは冥界から現世へ攻め上がりイムに対抗しようとしており、これが両者の接触と悪魔化発動のきっかけとなる。小田栄一郎先生はまだ黒天支配の発動条件を公にしていないが、既存のストーリーからいくつかの短所が見て取れる。イムを激怒させる、あるいはイムから攻撃を受けることが悪魔化につながる可能性があるが、これらの条件には判例が存在する。
例えばロックスの家族はイムを激怒させておらず、挙兵海賊団の一部のメンバーも攻撃を受けていないにもかかわらず悪魔化されている。したがって上記の推測は成立しにくい。現在最も合理的な説明は出生地説である。基地の被害者はすべてその出生地で無残にも悪魔化されている。挙兵海賊団はエルバフで、ロックスとその家族はゴッドバレーでだ。イムとガーリング星は意図的にロックスをゴッドバレーへ誘い込んだようだ。さらにドミリバー氏は日本語で家に帰ったという意味を含んでおり、このような言葉遊びは小田栄一郎先生がよく使う手法である。最も直感的な例はティーチとその母親が悪魔化しなかったことだ。彼らは当時デイビー一族と共にいたが、周囲の人間はみんな悪魔化された。これは黒ひげ星がゴッドバレー出身ではないからである可能性が高い。ロックスは妻と子をゴッドバレーに迎え入れようとしていたが、黒ひげの母親はロックスにルルシア王国で集合するよう伝えており、彼らの出生地がルルシア王国である可能性を示唆している。これが彼らが悪魔にならなかった理由を説明している。出生地説にはまだ反論の余地があるが、イムを激怒させたやイムの攻撃を受けたという説に比べれば、現在のストーリーをよりよく説明できる。もしこの説が成立するなら、イムが国家を滅ぼす動機、例えばある種の血縁関係を断つためといった理由さえも説明できるかもしれない。既存の情報に基づけば、国天支配の発動条件は被害者が出生地にいることを要求している可能性が高い。ロキの回想では彼がエルバフで生まれ、すぐに実母によって冥界に捨てられたことが明記されているため、ロキが出生地でイムの黒天支配を受けて悪魔になる可能性は極めて高い。ロキは登場時から複数の人物と対応関係にある。例えばゾロが村人に誤解され誘拐されたが、実は2人とも善人であったように、ロキとウソップも村を守るために悪名を背負うことを選んだ。ロキはゾンビのオーズと多くの類似点がある。共に古代巨人族の血統を持ち、巨大な鉄砂で束縛されている。オーズはモリアに支配されていたが、モリアとイムにも多くの対応点がある。オーズの敵は麦わらの一味であり、全員が力を合わせて彼を攻撃した。もしロキが悪魔になれば、彼の姿はオーズとウリ二つになり、最終的には麦わらの一味の総攻撃を受けることになるかもしれない。もし麦わらの一味が本当に全員でロキに対抗するなら、オーズとの対応だけでなく、かつて赤髪海賊団がロキを包囲したストーリーとも対応する可能性がある。ロキの実力がシャンクスより上であることは、彼がハラルドを倒したことから見て取れる。シャンクスが6年前にロキを倒しエルバフに連れ戻して縛り付けたのは、何らかの手段でロキを制限したか、あるいは海賊団全員で包囲したからだろう。これは麦わらの一味が悪魔ロキを包囲するもう一つの対応の可能性を提供する。リトルガーデン編からドリーとブロギーの登場によって巨人族の一騎打ちのルールが導入された。意見の衝突があればどちらかが死ぬまで決闘するというものだ。このルールはルフィとロキの対決への伏線かもしれない。ロキは太陽の神を自称し、世界の破壊を目標としているが、これはルフィの世界平和を追求する目標とは相反する。もしロキが黒天支配されれば、この対戦ルールが物語を展開させる伏線となるだろう。もしイムがルフィとの戦いで何らかの理由により撤退した場合、エルバフ編はラスボスを失うことになる。その時、悪魔ロキが代わりのボスとして非常に適している。黒幕であるイムは現在は軍庫に憑依する形でしか現れておらず、ここでルフィに負けるのは不適切であり、かといってルフィがまた負けるのも実力不足に見える。イムを撤退させ、悪魔ロキに引き継がせることは、ストーリーの緊張感を維持しつつ、最終決戦の結果を早々に明かすことを避けることができる。強調すべきは、悪魔ロキになることが必ずしも彼の死を意味するわけではないということだ。ニカの能力こそが黒天支配を解く鍵である可能性がある。第112巻の表紙の対局図も黒と白の対立と天下の概念を示唆している。したがってニカが悪魔ロキを救う可能性は高い。何しろロキはワンピース最終章の重要人物である可能性があり、エルバフで死ぬには少々唐突すぎるからだ。第1171話ではロキは自分が飛べると発言している。これには以前から暗示があった。まずロキの腕にある入れ墨は一対の翼のような形をしている。次に小田栄一郎先生は第111巻の関東言で誰かを守るために十字架に縛られた和紙について触れ、それがゾロのストーリーと似ていると述べている。
第111巻の表紙で縛られているロキとその入れ墨は、まさにこの和紙に対応しているようだ。さらに、麦わらの一味がエルバフに到着した際の関東カラー絵には、紫色の飛竜が描かれており、これもロキの形態を暗示している可能性がある。最後に、ロキと北欧神話の毒リューニーズヘックとの対応関係も、彼が翼を持っていることを暗示している。もしロキが翼を持っているなら、彼が神殿の壁画に描かれた大地の神である可能性はさらに高くなる。もしロキがエルバフ編の後も生き残るなら、以下のようなストーリー展開が考えられる。ガレーラの救出。ロックスは死ぬ前、ロキに大土戦団と呼ばれる破壊者たちが世界のどこかで眠っており、ハラルドだけが彼らを目覚めさせることができると語った。ハラルドの死に伴い、ロキがこの能力を継承した可能性があり、鉄雷の氷結能力が救出の鍵かもしれない。麦わらの一味はかつてパンクハザードで氷漬けにされた巨人たちを見ており、この情報をロキに伝えるかもしれない。しかし、ロックスの継承者であるティーチも争奪に介入する可能性があり、ロキと黒ひげの遭遇は見どころとなるだろう。二人の王の伏線。海王ポセイドンが一人の王であり、もう一人の未知なる王はロキである可能性が高い。ハラルドはかつてネプチューンからの息子に娘を嫁がせるという提案を断ったが、これはロキと白星を関連づけている。ロキは身近な伝々中を通じて相手をモサコウと呼んでいるが、これはネプチューンの白星に対する相性と似ている。加えて白星は現在黒ひげ海賊団の脅威に直面しており、ロキがもう一人の王としてストーリーに介入するのは十分合理的だ。ロキは出自が非凡であるだけでなく、実力も極めて強力で、もう一人の王となる資格は十分にある。世界政府への反抗。壁画に示されているように、ジョイボーイは複数の種族を率いてイムに対抗した。ロキは現在知られている唯一の古代巨人族として、壁画の予言を成就させるためにルフィの陣営に加わらなければならない。これもまた、シャンクスがかつてロキをエルバフに縛り付けて保護した真の理由、最終的な一戦のためだったのかもしれない。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。